実は私あんまり敬語使うの得意ではありませんから、前いた会社で怒られたことがあります。外国人とか、あと海外の人には理解されにくいのかなと思う部分は休みについてです。皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気でしたか？私も久しぶりにYouTube 用の動画を撮るのでちょっと緊張してるんですけど、最近の私の生活とか、あとは今回は日本の会社文化について話していきますので、日本語を勉強している人や日本の会社で働いてみたいなと思う人、あとは日本の、生活のリアルを知りたいなと思う人はぜひ最後まで、聞いて日本語の、リスニングの練習になってくれたらとても嬉しいなと思います。いつもは台本を用意していますが、台本を、用意しているとうまく自分の思っていること、そして体験したことを話せなくなってしまうことがあります。もちろん、人によって台本があった人が台本がある方が話しやすい人もいると思うけど、私の場合はみんなさんと、友達と話しているような感覚でちょっと YouTube のチャンネルやってるので、ちょっと友達にね話すような感じで今日は話していこうかなと思います。そうですね、まずはじめに私の最近の生活についてちょっと皆さんとシェアしていこうと思います。私のことを前から見てくれている人は知っていることだと思うんだけど、私は今フィリピンに住んでいます。フィリピンに住んで3ヶ月ぐらいが経ちました。日本に来る前のフィリピンへの印象と、住んでみての印象が少し変わった部分があります。もちろんフィリピンだから果物はとても美味しいし、人は明るくてフレンドリーな人がとても多いです。私はそういうところがフィリピンの大好きなところです。そうですね。私は日本で、生まれ育ちました。私は今25歳ですが、日本で生まれ育ったので、交通のインフラが整っていることとか、あとは、雨が降っても地面に水が溢れないということが、結構当たり前の環境で育ってきた部分もあって、フィリピンにいると、例えば最近はフィリピンはなんていうのかな、雨がずっと毎日毎日降っているシーズンなんですよね。日本でも6月ぐらいになると梅雨のシーズンがあると思うんですけど、それと似たような感じでフィリピンでもその梅雨、雨がよく降る季節に今入っています。雨がよく降るので地面にすごく水が溢れています。私は靴を持っているんですけど、2つしか持っていませんので、靴がもし雨で濡れてしまうとどうしようかなって思ったりする日もあります。でもフィリピンに来て3ヶ月経ちましたけど、楽しいこともあります。大変だなと思うこともあります。日本語を勉強している皆さんも日々仕事や家族との関係で大変だなと思うこともあれば、楽しいな、ウキウキするなと思うこともあると思います。私はそんな皆さんと一緒に日本語の勉強、特に私はポッドキャストをしていますので、日本語の勉強で役に立てたらいいなと思うし、あとはそうだな、私のポッドキャストを聞いて心が軽くなったなと思ってくれたら、私がポッドキャストを作っている意味がすごくあるなと私は思います。私は今フィリピンに来て会社で働いています。働いていますけど、なんて言うんですかね、私の得意なこととちょっと違う分野で働いていることもあって、
仕事に行くことがちょっと大変だなと思っています。でも今始めたばかりなので、ちょっとずつ新しいことを私も勉強している最中です。でもやっぱり私は会社員という働き方よりは個人でフリーランスとして日本語を教えたり、日本語、そうですね、日本で働きたいという方や、日本の文化に興味がある人に日本語を教えたり、あとはそうだな、困ったことがあったら助けてあげるような、そういう仕事をしたいなとも考えています。できれば年内に自分の、会社を作りたいなと思っています。もともと外国人と関わるのがすごく大好きなので、外国人とやっぱり関わる仕事が私にとっては、一番いいんじゃないかなと思っています。外国人と関わることと、あと教えること、伝えることも大好きなので、日本語を教える仕事はすごくいいんじゃないかなと私は思っています。このことを何というかっていうと、日本語で転職と言ったりしますね。皆さんもこの仕事転職だなと思う仕事がありますか？それとも仕事大変だなと思っていますか？私と同じように大変だなと思っている人は、ちょっとねリラックスして、あんまり自分のできない部分にたくさんフォーカスして自分のことをいじめるんじゃなくて、自分のことを受け入れてあげてね、無理にポジティブになる必要はないと思いますけど、ありのままの自分を受け入れて、私もねちょっと難しい部分もあります。なんでこんなにできないんだろうと思うこともありますので、みんな私も同じように大変だなと思うこともあるので、いつもね私はこちらから皆さんの生活とか、あとは仕事が楽しくなってとっても発展することをこちらから願ってます。皆さんが思う、仕事のあり方、例えば理想とかあったら私のコメント欄でシェアしてみてくださいね。ちなみに私はもうさっき結構言っちゃったんですけど、そうだな、まず理想の仕事としては転職、自分で転職だなと思うことは、そうだな、私にとってはやっぱり教えることと、あと外国人と関わること、そしてこういう風に動画を作ることも転職だなと思っています。ごめんね、ちょっとゲップが出ちゃった。そうだね、あとは働き方についてなんだけど、働き方と言ったら、例えば家で仕事するのか、それとも会社に行って職場で仕事をするのか、どっちがみんないいですかね。最近在宅ワークといって日本でも流行っていますけど、私も家で仕事をできたらいいなと思っています。できたら半年以内に家で仕事できるようになったらいいなって思っています。そしてそうだな、休みは週に4日ぐらい欲しいかな。欲張りすぎですか？週に4日休みたいです。だから週に7日平日じゃないや、7日日にちがありますけど、私4日は休みたいですね。でも多分、日本の会社だったら週に5日は働かないといけないですね。2日は休みのところが多いですね、1週間に。皆さんは週に何日休みたいですか？そして皆さん今週に何回休んでいますか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。私すごく皆さんのコメントを読むのが好きで、皆さんのコメントを読むと、へー、こんな人もいるんだと思って、すごく世界が広がるような感じがして、皆さんとつながっている感じがするので、よかったらコメントをね送ってみてください。そんな感じで、理想の働き方というのが、皆さんの中にもあると思います。
こちらについても皆さんの中でこんな働き方がいいな、なんなら仕事しないでもうずっと家にいたいっていう人もいるかもしれません、でも私は正直そこまでは思わないですね、なんでかっていうとやっぱり、何もしないで家に一人でいるのって、楽なように見えるけど、社会とのつながりがなくなってしまうとちょっと私にとっては寂しいかなと思う部分もあります。皆さんはどうですか？皆さんは、何のために仕事してますか？生活のためにしてますか？それとも楽しいからしてますか？楽しいから仕事してますという人がもしこの中にいたら、あなたはすごく幸せな人ですよと言いたいですね。どうですか？皆さんもしよかったらみんなの意見をねコメントに書いてください。はい、さて、今日のテーマに戻りたいと思うんですけど、今日は日本の働く文化とか会社について私の、これまでの体験を踏まえて話していこうかなと思います。私が、働いてきた会社の中でそうだな、特に外国人とかあと海外の人には理解されにくいのかなと思う部分は休みについてです。日本の会社に入ると休みが取りにくくなってしまうこともあります。休みっていろいろあると思いますけど、会社によって違うところもあります、例えばこの会社は土曜日と日曜日と祝日が休みですよというところもありますし、この会社はシフトワークなので週にどの日が休みになるかわからないですよという会社もあります。そんな中で例えば会社の中で忙しい時期っていうと繁忙期という言葉があるんですけど繁忙期に休みたいな、ちょっと旅行に行きたいなと思った時に、すいませんちょっとモルディブの海に旅行に行きたいので休みちょっと1週間くださいと言ったら、日本の会社ではあんまり受け入れてもらえないことが多いです。おそらくやっぱり海外の人からとってみると、仕事が大切なの？それともプライベートの方が大切なんですか？どっちなんですか？ってなることもこのね話を聞いたら多いかもしれないって思ってしまう人もいるかもしれない、だけど、これは結構日本の中では普通で、日本の会社ではその会社のルール、特にその文が作られているわけではないし、規定とかルールがあるわけではないんですけど、もし繁忙期に休むプライベートな事情、例えば彼氏と旅行に行きたいんですとか、そういうのを言うとすごく嫌がられる傾向があります。もちろんその会社のカルチャーがいろいろバラバラですので、いいよ OK と快く受け入れてくれる会社もあるかもしれないです、でも私が見てきた中ではそういう会社はちょっと少ないかなと思います。もし日本にね住んでいてもう日本で働いてるよという人がいるとしたら、おそらくこの感覚的な話わかるんじゃないかなと思います。あとはそうだな、有給休暇っていうのがあります、日本ではね。どの国でもちょっとあるかもしれないんだけど、例えば1年間とか働いた後に10日間とかのお金をもらいながら休めるよというのがあります。これを使うのも結構ねこの時期は忙しくないかなとかちょっと考える必要があります。そういうことを考えずにもしも言ってしまった場合にはちょっと上司がなんで繁忙期なのにというリアクションをされちゃうこともあるかもしれません。いろんな国の人がねもし日本で働くとしたら、私個人の意見としては、私は別に全てが全て会社のために生きなくてもいいんじゃないと思ったりするんですけど、やっぱり会社というのはビジネスですから利益をやっぱり第一に考えないといけない部分もあるわけです。
そしてやっぱりその言ってくる上司、なんで繁忙期なのにと言ってくる上司も、その上に上司がいて、それを言わないといけない会社の文化なのかもしれません。なのでもしもこういうシチュエーションになった場合は、ヨン先生というかジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンがなんか話してたなと思って思い出してくれたらねいいかなと思います。そうだな、日本の会社の文化として、あと私が思いつくところでいくと、敬語っていうのはマストで必要です。敬語は必ず必要になります。なんでかっていうと、まずそもそもね、例えば英語を話している国だったらあんまり敬語とかないのかもしれないけど、日本って敬語と、あと友達と使う言葉と、あと目上の人とかビジネスで使う言葉が、結構分かれていますので、これを習得するのが大切です。実は私あんまり敬語使うの得意ではありませんから、前いた会社で怒られたことがあります。直接的に私に、なんでヨンさんやらないの？敬語やらないの？と言われたわけではありません。じわじわ嫌な態度を取られて、辞める時に言われました。敬語が話せて正直ショックでしたけど、自分では敬語を使ってるつもりだったんですよね、その時も。だからもっと注意を払って会社の人にはね接しないといけないんだと思って、めんどくさって思った部分もあったんですけど、そういう部分もあります。なんかちょっとネガティブに偏りすぎたので、ちょっとポジティブな話もしていきたいなと思います。日本の会社というと、どんなこと皆さんねイメージをねしますか？会社の文化って言ったらね、なんか敬語とかって、目の前の人を大切にする言葉で、やっぱり重要視される部分もありますし、日本だけじゃなくて韓国でもマストで必要なものなんじゃないかなと私は思います。他には日本の会社のちょっといいところを言っていきたいなと思います。私が思いつくいいところですね。私が思いつくいいところは、その日急に辞めてもお給料が必ず支払われるというところです。皆さんの国ではどうですか？例えば初めて入った会社、初めてじゃなくても大丈夫なんだけど、入ってみた会社で、なんか自分と合わない気がするとか、なんかちょっと嫌だなと思ったりすることもありますよね。その時にもう辞めようと思って辞める時に、日本の会社では途中まで、例えばその日まで働いたら必ずその日までお給料が支払われます。途中で辞めたりしたからといってお給料が払われないということはありません。これは日本の法律に守られているからです。労働法という、労働者のための、会社で働く人のための法律というのがあります。ここにちゃんと書いてあります。日本の会社というのは法律にすごく従う雰囲気があります。なので法律に違反することはあまりしません。これはすごくいいところだなと思います。皆さんの国ではどうですか？教えてください。そうだね。日本の会社に馴染める人ってどんな人だろうって私考えたことがあります。なぜなら、なんでこんなことを考えたかっていうと、私自身があんまり会社で働けるタイプではないんですね。というのも、そもそも組織とかチームで働くのがちょっと苦手なんですよ、私が。ちょっとクリエイティブだし、ちょっと ADHD のね気質もあるから、興味が分散してしまうことがあるんですね。でも私の場合は好きなことだったらすごくのめり込むことができるので、そこは自分のいいところかなと思っています。そうだな、どっかの国と比べて日本の国はどうと、ちょっと今日は台本を用意してないので言えないですけど、日本の会社の働く文化のいいところは、お給料がしっかり支払われるというところ
かなと思いますし、あと会社によってすごく自由な会社もあります。例えば家で仕事していいよとか、休んでも大丈夫だよという会社ももちろん存在してますので、もし今ね日本で働いていて大変だなとか苦しいな思う人がいたら、一旦ちょっとリラックスして、何が自分の求めているものなのかとか、お金を求めているのか、それともキャリアを求めているのか、それとも私みたいに週4回休みたいのか、家で仕事をしたいのか、ゆっくりちょっと考えてみてほしいなと思います。もしね今仕事で辛いなとか大変だなと思ってる人は、無理に自分のことを頑張れ頑張れって言わなくても私はいいかなと思います。ゆっくりちょっと自分でね心の中と向き合ってみてほしいなと思います。私はいつも皆さんの味方です。日本で働いている外国人の気持ちが私全てわかるわけではないですけど、私のお父さんは外国人韓国人で、今ね20年ぐらい日本に住んでいて、私の父がすごく日本の社会の中で働く時に大変な思いをしたのを、すごく近くで見ていたので、日本で働く外国人はとてもすごいなと私は心の底から思っています。もしね自分の環境で大変だなと思うことがあるとしても、必ずあなたのことを、支えてくれる人とか家族友達がいますので、自分のことを見下さず受け入れてみてください。以上で今日のちょっと長くなっちゃった、ポッドキャストね久しぶりだったけど終わります。最後まで私のポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとう。またポッドキャストのね動画をできる限りね更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンとコメント待ってます。そして、最後になんだけど、私が今日本語教師のお仕事をしておりますので、もし日本語の勉強困っている人がいたら、私の、概要欄のリンクから、私にGoogle フォームでメッセージが送れますので、こちらで送ってみてください。ではもしね一緒に勉強したいなと思う人がいたら、私と一緒に勉強しましょう。では最後まで見てくれて本当にありがとう。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。